皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はフットワークについてお話ししていきたいと思います。で、基本学校とか、部活とかでね、フットワークをやるときっていうのは基本シングルスを中心としたフットワークを、すると思うので、そのシングルスの、フットワークのお話をしていきたいと思います。で、私が現役の頃のフットワークっていうのは今のフットワーク、今のトップ選手が行うフットワークとだいぶね変わってきてます。なので、私自身は昭和なフットワークなんですけど、今の時代に合ったフットワークがね少しでもできるように、私自身もちょっと今、考えながら、映像など見ていろいろねこう取り入れてやっていってるので、それをね皆さんに少しでもお伝えできればいいなと思っています。はい、それでは、フットワークの話をするときにまず、スタンスからお話ししていきたいと思います。スタンスなんですけど、シングルスの場合はこう斜めになっている状態のスタンス、もしくは左足が前になっている斜めの状態のスタンス、ね。最近のトップ選手は足をもう完全に縦にしてしまうことも結構多いです。で、その斜めのスタンスもしくは縦のスタンスと、あと足を横にするスタンスがあります。で、その縦にした時と、斜めも含めてですね、横にした時のスタンスで動き方がちょっと変わってくるので、同じフォア前のフットワークでも、足をね縦にしている時と横にしている時、動き方が少し変わってくるので、そこをね、覚えていかなきゃいけないかなというふうに思います。これがねできないと必ずこう勝てるわけじゃないんですけど、最新の、今の、トップ選手が行うフットワークっていうのはそういうふうにこう使い分けているのでね、それを少しでも伝えていければいいなと思います。はい、じゃあ次に、足をねこう縦にした時と横にした時、ね、どういうシチュエーションでそれを使い分けていくかって話なんですけど、例えば足を横に構える時っていうのは基本的に相手が攻撃をしてくる時、例えばスマッシュ打ってくる時、ネット前からこうプッシュとか、ドライブ打ってくるとか、そういう攻撃的な速い球を、打ってくる時ですね。で、速い球に対して自分は左右に速く動かなきゃいけないので、足を横にしてこの横に対して速く動ける準備をしています。で、ただ、相手は攻撃してくる、例えばね上からオーバーヘッドでスマッシュが打ってくると思って構えた時にドロップ打ってきたりクリア打ってきたりする可能性もあります。だから足を横にした状態から前、足を横にした状態から前、足を横にした状態から後ろ、後ろ、そして横、横っていうふうに、取っていきます。で、その足を横にした時に、すごく大事になってくるのがまず、股関節とあと重心位置です。で、股関節は柔らかくまずね使えるようにしておいてください。股関節硬いと、動き出しでねこうスムーズに動けないことが多いので、まずは股関節をしっかり柔らかく使えるようにしておく。で、もう一つは重心です。重心が少しこう崩れてしまうと、こう右に崩れてしまうと左側に動きにくくなる、左に崩れてしまうと右に動きにくくなるっていうのがあります。だからこの重心というのは必ずど真ん中、人によっては若干それが、ずれる可能性はあるんですけど、自分が一番動きやすい位置、だいたい真ん中あたりだと思います。そこにしっかり落としてから動き出すっていうふうに意識してください。はい、次に今度足を、縦にした時、ね、足を縦にした時っていうのは、今のトップ選手こういう感じでねこう足を縦にする時もあります。で、私自身はまだその縦にして対応するっていう力がないのでちょっとできないんですけど、こう斜めにするのも基本的に同じような考え方でいいと思います。斜めにした時っていうのは、相手がねつなぎの球を打ってくる。例えば自分がドロップ打ちました。そしたら相手がネット前でこの手首よりね下でこう球を捉える。だいたいね手首より下で取るときは相手はつなぎの球が多くて、上で打ってくるときっていうのは攻撃的な球が多いので、手首より上だと横が多くて、手首より下だと、足がこう斜めとか縦になるパターンが多いというふうに覚えておいてください。で、つなぎの球に対して、返ってくるコースっていうのは
基本的に4箇所、前も含めたら5箇所です。後ろ2箇所、あんまりこのセンターの後ろっていうのはないので、後ろ2箇所で前2箇所と、あとセンターの前があります。なので、その5方向ですね、5方向に対してはこう少し縦にした方が動きやすいです、ね、シングルスにおいて、ハーフを使うとかっていうのはないので、基本的に自分が、こうドロップとか打って相手がこういうつなぎの球が来たなと思った時には足を基本的に縦にする。だから自分がドロップ打ったのにこう構えちゃうと次の動きが遅くなったりこうロスをしてしまうことがあるので、自分がドロップ打ちました、相手が下から取るってなったら基本的には縦に構えるっていうふうに考えてください。はい、次に、フットワークで一番大事なのは、動き出しになってきます。特にですね、足を横にした時のスタンスで動き出す時、相手はね速い球を打ってくるので、その速い球に対応できないとそれがね取れないっていう風になってしまいます。だから、まずねその動き出し、足を横にした時の動き出しの話をしていきます。で、さっき重心が大事だという話をしたんですけど、相手がねスマッシュ打つタイミングとこのリアクションステップを取るタイミングをまず合わせてください。はい、で、その時に重心がど真ん中にないとダメなんで、例えば、ネット前を取りました、取って慌ててバッていくと重心がその戻ってきた勢いが強すぎてちょっと崩れてレシーブしに行くことになるので、そうするとねこう安定したレシーブっていうのができません。だからできるだけこう前とか後ろとか取ったら真ん中で一回スピードを落として丁寧に真ん中を作るっていうことが大事になります。でその真ん中を作った中で、動き出す時に例えば、後ろだったら股関節をフォア奥ね、フォア奥だったら右後ろこのスタンスを取って、股関節相手がスマッシュ相手が打つときに、股関節を落として、フォア奥だったらフォア奥に股関節を落としていきます。そのまま後ろ行く。でラウンド側だったら股関節を今度左後ろに落としてそのままラウンド行く。でフォア前だったら股関節をそのまま横から前に移動させて動く。バック前だったら股関節をそのまま左に移動させて前を取るっていう風にして、この真ん中のところからどの方向に対しても股関節をこううまく動かしていく必要があります。で、この真ん中で必ず着地を同時にしてください。だからここでこういうつき方をしてしまうと、こうついたらこっちが取れなくなったり、こうついたらこっちが取れなくなったりっていう風になってしまいます。だから両足をついたら股関節を曲げて重心をど真ん中に置いて、どこに対しても動けるようにしていきます。横に対しても股関節を右にスライドさせながら倒して取っていく、左側も股関節を左に倒しながら、取っていくっていう風に、股関節をうまくね使っていくことが重要になってきます。はい、じゃあ次にスタンスを縦にした時の動き方をお話ししていきたいと思います。で縦にした時も基本的には股関節を使って動き出すっていう風にはなるんですけど、こう自分が例えばドロップ打ちました、打って戻ってきた時に横の時のスタンスっていうのは同時にこう足を同時について動き出すっていう風に説明したと思うんですけど、縦の時は自分が打ちました、こう順番に左右とかねっていう順番でついて、相手が打ってから最後の一歩ですね、最後のこの場合だったら右足を自分が打ちました、相手が打ってから次そのまま次につなげていくっていう風に、その真ん中のタイミングの取り方が変わってきます。両足同時ではなくて自分が打ちました、打って相手が打ってからついて次動く、相手が打ってから次動くっていう風に、ちょっとタイミングの取り方が変わってきます。で足をなぜじゃあ縦にこう進化したかっていう話なんですけど、例えば自分が打ちました、右足前で構えた時にこの左側に来るとワンテンポね、ここでこういう動きを入れなきゃいけないです。そうするとその間は動けないです。だからワンテンポ動きが遅れやすくなります。
それをもう真ん中にすることで、そのままフォアであればフォアの方、真ん中にしてそのままバックであればバックの方っていう風に、その次の動きに対してもうスムーズにどんどんしていく中で、自然とどんどん足が縦になっていったんじゃないかなと思うので、私自身ちょっとあんまりこの縦から動き出すっていう練習をまだできてないから、あんまりできないんですけど、ぜひねジュニアの子とか学生の子はねチャレンジしてもらってもいいんじゃないかなと思います。自分でこう打ちました、打って縦にしてから後ろもありますし、ここから前っていうふうにあります。前からこう戻ってきた時は同時につく時もあります。状況に応じてはこうついて動くこともあると思うので、その状況で両足つく時もあれば片足ずつつく時もあったりとかっていうふうにあると思うので、たくさんねこうまずは練習して、でその中でいろんな動きを覚えられるようにしてください。で、高校の練習とかジュニアの練習とか、私結構ね全国いろいろ回って見させていただいてるんですけど、じゃあフットワーク練習しますってなった時に、こういう練習がねすごくフットワークですごく多いです。で、僕がね気になってるのが、この真ん中のね戻ってきて真ん中次動くところの動き方なんですけど、例えばこう取ります。次に対してもこういう足を使っていく、こういう足を使っていく、ね、真ん中でこういう動かし方、こういう動かし方、こういう動かし方をして、いつもフットワークしてるところがすごく多いんですけど、さっきね言った通り、一番難しいのは両足ついて横、両足ついて横、両足ついて前とかね、その両足ついてから四隅に動くっていうのがすごく難しいんですけど、もうそういう練習を全くしてない。で、基本的にこういう動かし方の練習っていうのは相手のコースが読めてる時だから、例えばね自分が、相手の奥に追い込みました、ね、クリアで追い込みました、読めてるってなったら足もこう入っていきます。ね、奥に追い込みましたって言ったら、もうこういうふうにしてね足をタンタンってもうその方向に向かってついていくっていうふうになるんですけど、やっぱこう同時について取るっていうのは、相手のね球がこの人ここフォアからの球次ちょっと読みにくいなっていう時に、やっぱ両足ついてこうどっちに来ても対応できるっていう力をつけていかなきゃいけないんですけど、それができてない、練習でやってないってなったら、やっぱそういうね強い相手とやった時に全く勝てないです。だから、必ずねこう両足ついて動く、これすごく難しいです。両足ついて動く、両足ついて動く、ね、こういうフットワークをぜひ練習して、やってほしいなと思います、ね、こう打って真ん中でバランス取って次動く、ね、そういう練習をぜひやってください。